皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2026年2月11日に LINE キューブ渋谷で開催されました番外編球児セッションズセレクションに帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。なお本レポートはネタバレ要素が含まれますので、この動画は事前に作成していましたが、大阪難波八丁球児以降に公開されるように設定しております。小鳩さんの件もさえちゃんから SNS に上げるなよと言われましたが、大阪が終わった時点ならいいんだろうと勝手に解釈してレポートさせていただきます。なおとにかく盛りだくさんなことが起こりましたので、やっぱり長い動画になっていますので、ご視聴いただく場合は覚悟するか飛ばし飛ばしでご視聴ください。さて、2026年の年明けからいろいろと喜怒哀楽を揺さぶられるニュースで幕開けとなりましたが、とにかく今回はその2026年最初の球児、しかも番外編、しかもセッションズセレクションという初めてのワードにどんな球児になるのかということと、昨年12月29日のカウントダウンジャパン以来約1ヶ月ぶりの球児となるということもあって、本当にワクワクドキドキしながら当日移動で2月11日の早朝に自宅を出発します。いつも通り新大阪から新幹線で品川まで向かいます。品川駅に11時前くらいに着きましたので、そのまま山手線で渋谷駅へ向かいます。渋谷駅に着いたのが11時半頃で、まずはとりあえず会場となる LINE キューブ渋谷へと向かいながら、何か食べようと歩いていると吉野家が目に入り、渋谷まで来て吉野家かと思いましたが、なぜか吉野家のカレーが猛烈に食べたくなって牛カレーを食べることにしました。店員さんもお客さんも全員外国人で、さすが東京と思ってしまいました。それでそのまま会場に向かうと、まだ12時頃でしたが、すでに30人くらい物販列ができていました。1ヶ月ぶりに会う知り合いの名手様たちに明けましておめでとうございますの挨拶をしながら、そのまま物販列に並びます。いろいろ喋りながら待っていると、最終的には300人くらいの列になっていましたね。並んでいるとかなり寒かったので、物販開始時刻を15分前の13時45分くらいに前倒ししてくれたのは嬉しかったです。これからの夏フェス用に前から買おうと思っていたバスタオルと、新しくなったっぽいラバ版を2つとくじ10枚購入します。くじの結果は今回も大当たりは出ませんでしたが、全員サイン入りポストカードが当たったのでまずまずでしょう。ちなみに小鳩さんのサイン入り番外編上りは大当たりだったのでしょうか。物販買ったらもう14時半くらいになりましたので、会場近くに取ったホテルにチェックインと荷物を置きに向かいます。それで再度会場へ戻りまして、さらに増えたお名手様たちと挨拶しながら会場を待ちます。するともう降らないと思って傘をホテルに置いてきたのに雨が降り始めました。お給仕あるあるなのに何年お名刺やってんねんって思いながらフードで耐えていよいよ入場します。 LINE キューブ渋谷は指定席なので落ち着いて入場します。今回救済いただいたチケットは1階22列22番と1階やや後方のほぼど真ん中という感じです。席についてみると後方は高くなっているので、視界は良好でドラムの真正面という感じですし、ステージを目を動かさずに一望できる感じで、これはなかなかいいんじゃないかと思いました。開演時間直前になって場内にアナウンスが流れてきまして、今回もご主人様お嬢様とかお給仕とかちゃんとバンドメイドナイズされたアナウンスになっていていい感じでした。あと配信用カメラが入っているということで、確かに複数台のカメラと自由に移動できるカメラマンの姿が確認できましたので、映像化されるという期待感が高まります。しばらくするとサウンドチェックが始まって、これこれという感じでお給仕に向けての高揚感も高まってきます。そうこうしているといよいよ帝国になって BGM が止んで会場の照明が落とされます。パンパンの会場は全員椅子から立ち上がり、ものすごい歓声と手拍子が鳴り響きます。SE のシェアリングが流れてきて、さらに歓声と手拍子のボリュームが上がります。そこにあーちゃんを先頭にミサさん、ミンチョ、小鳩さんがステージに出てきて、最後にサイちゃんが堂々と入場してくるのはなんかいつも貫禄を感じます。メイドさんたちが定位置について SE が終わり、いつもの一瞬の静寂の訪れに高揚感と期待がマックスになります。その静寂を破ったのはサイちゃんの歌声でした。2026年のスタートを切った1曲目はアンリッシュでした。アンリッシュ始まりは初めてと思いましたが、調べると2023年1月の東京ガーデンシアターでやってましたね。でも珍しいです。1ヶ月以上のインターバルがありましたので、待ってましたという感じでイントロで思いっきり拳を振り上げながらおいおい叫びます。1メロに入ってあーちゃんの高速のフロアタウンフレーズの凄さとミサさんのエモいベースラインを改めて味わいます。サビで思いっきり手を振り上げながら盛り上がっていると、やっぱりこれだよなぁとお給仕の楽しさを感じながら、だんだんディディだんだん叫んで、感想でまたちゃんとで盛り上がります。1回は後方席まで思いっきり盛り上がってましたし、声もめちゃくちゃ出てました。
2メロに入って久しぶりのお給仕の楽しさをかみしめながら、サイちゃんのボーカルと楽器隊の気持ちいい演奏に体を動かされながら楽しみます。2サビに入る頃には完全に体も心もお給仕モードにどっぷりハマって、2サビ終わりからの C メロで会場は息の合った手拍子で満たされます。最後のサイちゃんのシャウトに続けてギターソロパートに入るのですが、なぜか小畑さんが真ん中のお立ち台に乗ってスポットライト浴びながらギターソロを弾き出します。そこにミンチョも乗ってきてギターソロに加わります。なんと小畑さんとミンチョのソロバトルです。これはすごいです。まさかのギター指定でのバトルです。1曲目からいきなりセッションズセレクションの火蓋が切られたと感じました。ソロバトルが終わってラスサビに入りますが、何を見せて聞かせてくれたんだと興奮が収まりません。ちょっと上の空になりながら手を振り上げてだんだんディディだんだん叫んでヘドバンしてたら、あっという間にアウトロです。気を取り直して最後に思いっきりだんだんディディだんだん叫んで曲終わりとなりました。ものすごい大歓声と拍手が湧き起こります。興奮冷めやらない会場に続けて響いてきたのは、聞いたことはあるけど一瞬何かわからない拡張イントロ的な演奏が始まりました。このコード進行はひょっとしてと思っていると一旦ブレイクして、サイちゃんの雄たけびが上がって2曲目となるフリーダムの拡張イントロと気づいてまた大興奮となりました。ミサさん、ミンチョ、小畑さん、サイちゃんがお立ち台に乗って通常のイントロに入り、サイちゃんの煽りに会場は全力のチャントで応えます。もう会場のボルテージがさらに上がったのを感じました。フルバージョンのフリーダムは昨年2025年5月のメイドの日の今回と同じ LINE キューブ渋谷以来です。1メロに入って少し落ち着きますが、お給仕でのフリーダムは本当に気持ちいいです。サビでは手を振り回して楽しみますが、タオル回している人もいて、会場のみんなが思いっきり楽しんでいるのを感じながら、こちらもこの雰囲気を満喫します。感想でまた思いっきりちゃんとして、2メロ冒頭の可愛い小畑さんのボーカルも味わって、B メロで一拍空けてのちゃんとで会場が一体化して2サビに突入です。もう会場も当然私もみんな笑顔で手を振り回して楽しんで、サビ終わりまで来ますが、なんと期待はしていたのですが、その期待通り、あーちゃんのドラムソロに入ります。ものすごい歓声が湧き起こります。あーちゃんの楽しそうにでも超絶かっこいいドラムソロを真正面で見て聴けて、本当に感無量でした。ドラムソロ中の会場からの歓声もすごかったですし、他のメンバーがしゃがんであーちゃんに向かって手を振り上げながら盛り上がってるのを生で見れました。ドラムソロ終わりからのギターソロへのつなぎとなるところの完璧なフレーズも堪能して、真ん中のお立ち台でのミンチョのギターソロに入ります。思いっきりちゃんとしながらミンチョのギターソロも味わって、ソロ終わりからの B メロでまた一拍かけてのチャントで会場は一体化します。そこから落ちサビに入りますが、あーちゃんもスティックを上げて手拍子を煽ってきますので、当然全力での手拍子です。落ちサビ最後の私的に大好きなあーちゃんのハイハットを味わって、ラスサビでまた会場を弾けます。これがバンドメイドの球児だよなと感じながら手を振り回して盛り上がります。最後アウトロになって全力でちゃんとしてかっこよく曲終わりになって、大歓声と拍手とメンバーの名前を叫ぶ声で会場は騒然となります。するとなんか電子音みたいなのが流れてきて、いつの間にって感じでサイちゃんがキーボードに向かって会場に横向きに立っています。なんとこの流れで3曲目はいきなりインスト曲のロック&ロードでした。セッションズセレクションということで、確かに5人でのインスト曲って思いっきりそのままセッションですよね。あーちゃんの強烈なドラムフィルからサイちゃんのキーボードの音が響いてきます。ロック&ロードということは多分小畑さんはスターリービジョンに持ち替えていたんでしょうか。ちょっと興奮しすぎていて確認していませんでした。これまでは緊張しながらキーボードを弾くサイちゃんの姿が新鮮だったのですが、今回はキーボードを弾く姿がしっくりきているというか、余裕みたいなものを感じられました。とにかくこの曲はみんなかっこいいし楽しそうなので、見て聴いているこっちも楽しくなります。ギターもベースもキーボードもすごいですが、やっぱり私的には特にあーちゃんの激しすぎるドラムがたまりません。それで2メロ的なところに入って各メンバーのソロパート的なところになっていきますが、それぞれにスポットライトが当たっていくところはめちゃくちゃ盛り上がります。まずはミサさんのベースソロ的なパートになって大歓声が上がって、小畑さんのリズムギターソロです。小畑さんのかっこかわいいギターを弾く姿に顔がにやけます。最後はやっぱりミンチョ大先生のソロ的なパートになって、さすがの貫禄をかみしめます。最後のアウトロ的なフレーズからの曲の締め方も最高にかっこよくて、曲終わりの吹き鳴らしで大歓声となります。こうやって普通に見て聞いていますが、ちょっと昔のバンドメイドしか知らなかった人がもし久しぶりにお給仕に来てたら絶対に信じられないというか、こんなの見て聞いたらびっくりするんでしょうね。私も初めて目と耳にした時の感動と驚きはまだ新鮮です。曲終わりでの歓声と拍手が鳴り響く中、またあーちゃんの強烈なドラムフィルからミサさんのベースラインが鳴り響いてきます。4曲目はダイスです。会場はちゃんとで盛り上がりますが、イントロのベイドラが長いです。それで通常のミンチョのリフが加わって通常のイントロになります。さすがセッションズセレクションです。普通にはやってきません。
ダイスはサマソニでやってくれてはいましたが、お給仕ではフリーダムと同じく昨年メイドの日のここ LINE キューブ渋谷以来です。1メロに入って思いっきり手拍子で盛り上がって、後半の複雑なリズムに乗せて体を動かして、B メロでは一歩かけてのチャントです。これやっぱり気持ちいいです。それでサビに入りますが、バンドメイドの曲のサビってどの曲も本当にメロディアスでキャッチーで楽しいんですよね。思いっきり手を振り上げながらシンガロングして、お給仕ならではのダイスを堪能します。感想に入ってまた大声でちゃんとして、2メロ冒頭のあーちゃんの激しいドラムフレーズを楽しんで、また一泊空けてのちゃんとで会場はまとまります。それで私的に大好きなセッサーモーメントから2サビに入ります。ここは本当に大好きなところです。また思いっきりシンガロングで声出して手を振り上げてたらもう汗が止まらない感じになってきました。サビ終わりでミサさんのベースソロからミンチョのギターソロです。大歓声が上がります。ここのつなぎというか構成は本当に天才的というか最高に芸術的なソロパートだと思っています。ソロ終わりで B メロに入って会場はまた一泊空けてのチャントになりますが、ここなぜか力が入るんですよね。それで落ちメロに入って今度は手拍子です。この落ちメロでだんだん盛り上がっていってラスサビにつなぐ構成も本当に最高で、音源聴いている時でもめちゃくちゃ盛り上がりますから、お給仕ではその何倍も盛り上がります。最後のアウトロでサイちゃんが渋谷そんなもんかもっとくれよって思いっきり煽ってきますので、こちらも思いっきり手を振り上げながらおいおい叫んで、完全に脳から気持ちいい物質が出ているのを感じながらダイスの締めを迎えたと思ったら、なんとミサさんとあーちゃんがそのままベイドラセッションのような感じで演奏を続けます。何が来るのって思いながらミサさんとあーちゃんの息の合ったセッションを見て聞いていると、なんとそこから5曲目となる Don't You Tell Me のイントロにつながります。もうこんなの最高です。会場からもう大歓声が上がります。サイちゃんが真ん中のお立ち台から煽ってきますので、あーちゃんのハイハットからのイントロ後半で思いっきりちゃんとします。1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、Don't You Tell Me ってお給仕で見て聞いていると私的にはなんかふわふわしたようなものすごく気持ちいい感覚になるんですよね。気持ちいい感覚のまま B メロで Don't You Tell のコール&レスポンスしてさらに気持ちよくなって、サビでもそのまま大声でおのコール&レスポンスです。もう完全に気持ちいい空間にはまり込みます。2メロに入ってさらに Don't You Tell Me の世界に没入していきますが、2メロは Don't You Tell のセクションがなくていきなりサビに入るんですが、こういう構成演出が曲の中でも飽きさせないところだよなと改めて感心しながらウォーウォーウォーを叫びます。2サビ終わりでソロパートに入りますが、バトル来るのかと思っていたら通常の民女のギターソロでした。これはこれで逆に新鮮で、ギターソロ後半のあーちゃんのバキバキのドラムも味わえました。ソロ終わりで2メロ中にはなかったDon't You Tellのセクションに入って思いっきり声出して一瞬のブレイクから C メロに入ります。私的にこの C メロの歌詞とメロディーの一体感というか言葉のチョイスがめちゃくちゃ好きで、小本さんの才能とそれを表現できるサイちゃんのボーカルスキルに酔いしれて、リサさんの血を這うようなベースラインにも痺れながら最後のDon't You Tellのセクションに入ります。ラッサビを配置しない曲って実はめちゃくちゃ少ないと思うのですが、Don't You Tell Me ってここがサビかもと思える曲なので違和感がないんでしょうか。とにかくミンチョの曲構成の凄さを改めて感じながら、最後サイちゃんのありがとうももらって曲終わりになります。曲終わりからの書き鳴らしが終わって大歓声で拍手が沸き起こる中、やっとメイドさんたちが楽器を置きます。小本さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽ2026年初お給仕バンドメイド番外編お給仕っぽで最初の MC に入ります。会場から上がる大歓声と拍手の中、続けての小本さんの今日がバンドメイドの今年の始まりですっぽーにも大歓声が上がりますが、珍しくさえちゃんが入ってきてサブタイトルもありますよねみたいに小本さんに促します。それを受けた小本さんが佐伯先生に言ってもらう方がみたいにさえちゃんに振ろうとするのですが、さえちゃんから早く言えみたいにいじられて、小本さんが怒られた子供みたいな感じでバンドメイドのセッションズセレクションぽーみたいに言ってたのがなんか可愛かったです。で、また最初の MC としては珍しく、さえちゃんと小本さんの掛け合いみたいになって、小本さんが1曲目からセッションでしたっぽねとか言って、さえちゃんもいかがでしたでしょうかみたいに会場に聞いてきたりして、会場から心からの大歓声が上がります。で、ここでさえちゃんが先にグッズのこと言っちゃおうかな、後になると長くなるからとか言ってきて、全然いつもの最初の MC とは違う感じになっていきます。やっぱり番外編ということで MC 構成も変えてきた感じです。で、グッズの話になるのですが、さえちゃんがどうせ一面ばっかりだろうとか言って会場から笑いが起きて、念のためみたいな感じでさえちゃんが初めての方いらっしゃいますかって会場に聞いてきます。
私から見ると下手の方とか結構手が上がっていて、さえちゃんもいるのすごいとか驚いて、なぜか会場は拍手になっていました。それでさえちゃんが確か、周りの方はバンドメイドの球児はとても温かいんだっていうのをアピールしておいてくださいみたいなことを言って、また会場から笑いが起きてました。それで改めてグッズの話になって、さえちゃんが番外編ということでいろいろ作りましたみたいに言ってた時くらいに、小畑さんが気づいた感じで、椅子に座って一歩よみたいに言ってくれます。さえちゃんもグッズの話が終わったらすぐ立たせるから座っときなさいみたいに言ったので、みんな椅子に座る感じになります。実は今回休憩できるような曲は1曲もありませんでしたので、ここで座らせてもらえたのは実はありがたかったのが後で分かりました。それでさえちゃんがまずはロンティの説明をしてくれるのですが、絵柄になっている蹄鉄が出てこなかったみたいで、あれなんて言うんだっけ、馬の爪みたいなやつとか言ってきて、小畑さんが自信満々な感じで、馬のひずめっぽねってちょっと違うことを答えてたので、会場から蹄鉄って声が上がります。さえちゃんが嬉しそうに、それそれそのデザインですとか言って、小畑さんも馬年ですからっぽねと説明してくれてました。どうもこれまでとは違うフルカラーで精巧な作りで、もう一つのロンティも上に T シャツを着ても腕のところのリボンのプリントが見えるのでいいんじゃないでしょうかということでした。ちなみにこの時ミサさんはドラムの椅子に座るあーちゃんと楽しそうになんか喋ってました。いつもの自由な感じです。次にフェイスタオルの紹介になって、意外にこれまでなかったシンプルなデザインということで、さえちゃんがシンプルイズザベストとかベタな紹介をしてました。あとキャップの話になって、さえちゃんがグレードアップって言いたかったのにバージョンアップとか言って言い直してましたね。どうも刺繍が立体的になっているということで高級感があるということでした。さえちゃんが見てくれましたかとか聞いてきた時に、私の前方の方がそのキャップを手に持って見せてたので、さえちゃんが買ってくれたんですか、ありがとうございますみたいに言っていたので、買っておけばよかったとか思ってしまいました。さえちゃんは刺繍にこだわりがあったようで、刺繍見てよ本当に綺麗なんだからとかも言ってたと思います。でまださえちゃんのキャップの話は続いて、これ被ってたらご主人様ですかお嬢様ですかとか話しかけられるよとか言って、話しかけられたくない人は被らないみたいにボケてキャップの話を締めてました。次に以前の番外編の時に出した T シャツの紹介もありまして、どうでもいいことですが、私はこの日その時の T シャツを着てました。最後にくじの話になって、今年もやっていきますということでしたので、私の毎回の1万円の出費が今年も続きそうです。さえちゃんと小畑さんがサインは書きたてで誰かに書いてもらったりしてないからねと細かいボケを入れてきてくれてました。ということでグッズの話は終わって、さえちゃんがではスタンドアップって言ってきて、みんな椅子から立ちます。なぜか笑いが起きて、さえちゃんも乗って次行くよ休憩終わりみたいに言って、さらに笑いが起こります。それで改めて小畑さんがいつものフレーズのそれでは素敵な夜にいたしましょうぽーから盛り上がる準備はできてますかぽーに会場は大歓声で答えて、ようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションに突入します。歓声が上がる中、あーちゃんの激しいドラムが鳴り響いて、ミサさんのベースもミンチョのギターもなんかめちゃくちゃ激しい感じの演奏が始まります。またまた拡張イントロだと思うのですが、何の曲かわかりません。そこにあーちゃんのドラムが規則正しいリズムを刻んできて、 MC 明けの6曲目が輪廻だと気づいて会場も大歓声が上がります。この一瞬何が始まるのかわからない感じ最高です。イントロで思いっきりちゃんとしますが、ここのミンチョのリフは本当に味わい深いですし、あーちゃんのバスドラの迫力がすごいです。チメロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、ここは本当に勝手に体が動いてしまう感じです。それでサビになって手を振り上げながらこの激しい輪廻の演奏とサイちゃんのボーカルに身を委ねて高揚感がマックスになります。サビ終わりで感想に入りますが、ちゃんとしながらもどうしてもヘドバンしてしまいますので、ちょっと頭がクラクラします。2メロに入って小畑さんの可愛い感じのグリスも堪能して、1サビとは違う形でのブリッジから2サビに入ってまた気持ちよく盛り上がります。輪廻は私が初めて購入したアルバムカンカラの中でも異色のというか、アルバムの中ではこの曲にハードさとヘビーさを全振りしてみたいな曲だと思っているので、その振り切りみたいなのが大好きな曲です。サビ終わりからの感想であーちゃんのゴリラドラムからブレイクした内丸になりますが、このミサさんのベースは本当にゾクゾクします。それで忍者の強烈なギターソロからドチメロになって、またまたミサさんのエモいベースラインが響き渡ります。そこから一気にラスサビに入って、最後ポストコーラスになって激しいアウトロに突入して、会場は思いっきりちゃんとで盛り上がって、最後サイちゃんのシャラップで曲終わりと思ったら、そのままあーちゃんの激しいドラムが続きます。そこに他の楽器の演奏も入ってきて、なんと拡張アウトロです。拡張アウトロって初めてじゃないでしょうか。セッションズセレクションの醍醐味がさらに増してきました。めちゃくちゃかっこいい拡張アウトロが終わって、会場からものすごい歓声と拍手が沸き起こりますが、
すぐにまた聞き覚えのないセッションが始まります。何と思っていたら、なんとなく聞き覚えのあるメロディーになっていって、7曲目となるグローリーの拡張イントロだったと気づきました。通常のイントロになって思わず飛び跳ねながらちゃんとしますが、もう本当にびっくりというか、ほとんどの曲にアレンジが入っていて、どんだけ練習してきたんだと思ってしまいました。1メロに入って小気味いいリズムの楽器隊の演奏と、サイちゃんの滑舌のいいボーカルを踊りながら堪能してサビに入ります。サビは当然ジャンプしながら楽しみますが、サイちゃんに煽られてのコール&レスポンスも楽しいです。お給仕で見て聞くグローリーって本当に楽しく盛り上がれるんですよね。サビ終わりから伴奏に入りますが、ジャンプは継続したままちゃんとする感じです。2メロに入って少し落ち着いた感じになって、サイちゃんのボーカルに聞き入ります。今でこそ AI 部分みたいになっていますが、2019年1月の時点でこのシンギュラリティを歌詞に出てくる小畑さんの感性は今更ながらすごいと思いながら、2サビに入ってまた何も考えずにジャンプして盛り上がって声出して楽しみます。2サビ終わりで落ちメロに入ると思ったら、なんと小畑さんが真ん中の立ち台でリズムギターソロを弾き始めます。そこにミンチャも加わって、また小畑さんとミンチャのバトル的なギターソロです。これは多分初めてだと思いますし、興奮してどんなのだったかあまり覚えていないのですが、とにかくめちゃくちゃかっこよかったという印象だけは残っています。ギターソロの後、多分通常の落ちメロになって手拍子しながらサイちゃんの歌とリサさんのベースラインに聴き入っていたと思います。それでラッサビになって私的に大好きな小畑さんのコーラスも堪能しながら飛び跳ねて、最後のめちゃくちゃかっこいいミンチョの3連で下がっていくギターフレーズからアウトロに入ります。当然ジャンプしながらちゃんとして、会場はお祭り騒ぎのような感じになって、ピタッと曲終わりになって大歓声が沸き起こります。こんなに新しいグローリーを体験できるって本当にすごかったですし、めちゃくちゃ楽しかったです。曲終わりで照明が落とされたステージに真ん中のお立ち台に立つ小畑さんだけにスポットライトが当たって、小畑さんがフラッピーピジョンをかき鳴らし始めます。これはどこかで見た光景ですし、聞いたこともあるギターフレーズです。そうです。横浜アリーナで披露してくれた8曲目となるインフルエンサーの拡張イントロです。下手お立ち台に立つミサさんとあーちゃんにもスポットライトが当たってベイドラが加わります。そこに上手お立ち台のミンチョにもスポットライトが当たって入ってきたようにメモってましたので、横浜アリーナバージョンとは変えてきたのかもしれません。記憶違いかもですが。拡張イントロ最後は小畑さんの超絶かっこいいピックスクラッチで締めて、サイちゃんが歌い出して通常のインフルエンサーが始まります。インフルエンサーは私的トップ10に入っている曲でもありますので、もう嬉しすぎて手拍子にも力が入ります。1メロに入って気持ちよく踊りながら、サイちゃんのボーカルとミンチョのギターフレーズを楽しんで、B メロのサイちゃんのラップに合わせて手を突き上げて盛り上がって、小畑さんのヘビーバーでルークを堪能してサビに突入します。ここ本当に大好きなところです。サビは思いっきり手を振り上げながら盛り上がって、小畑さんのララララも堪能して、ハンキドリデイのところはあーちゃんのフロアタムのフレーズも見て聞きながら手を振り回して楽しみます。小気味いいあーちゃんのドラムフィルからすぐに2メロに入って1メロと同じように楽しみますが、最後のフイバイにツーザトップのところで人差し指を高く上げるのを忘れずにやりました。2サビ前のミンチョのチョーキングを繰り返すところも本当に大好きなところです。それで2サビも思いっきり手を振り回しながら楽しんで、2サビ終わりでラップ調のセクションに入ります。サイちゃんと小畑さんが歌っている後ろでミンチョが踊ってたのが可愛かったです。それでミサさんにスポットライトが当たってベースソロになって会場から大歓声が上がります。サイちゃんと小畑さんのフォーカスオンバーズで、なんと上手お立ち台のミンチョにスポットライトが当たってミンチョがソロを弾き始めます。ミサさんとミンチョのギターバトルバージョンです。横浜アリーナでの拡張イントロと ZEP 羽田デイ1でのギターバトルを両方味わえている感じです。こんなのお得すぎます。この時は小畑さんが後ろで踊ってました。ミンチョがお立ち台でヤンキー煽りをしてきますので、私も当然ですが会場から大歓声が上がります。かなり長いギターバトルだったように思いますので、新アレンジだったかもしれません。最後はあちゃんのドラムソロもあって、サイちゃんと小畑さんのワンモーショックで通常のミンチョのギターソロに戻ります。それでソロ終わりからのブレイクと最後のサイちゃんと小畑さんのサレンダーラーブのところのロングトーンと大好きなコード進行とドラムフレーズを味わって、ラッサビでまた手を振り回して盛り上がって、球児ならではのかっこいい締めで曲終わりとなります。会場からものすごい歓声と拍手が沸き起こります。またすごいものを見て聞けました。興奮冷めやらない会場に続けて響いてきたのは軽快なミンチョのリフでした。9曲目となる Without Holding Back です。当然のようにサイちゃんがキーボードを弾いています。Without Holding Back はオフィシャルライブビデオも何度も見て、逆にサイちゃんのキーボードありの方がデフォルトのように感じ始めていましたので、ナチュラルに5人での Without Holding Back を楽しめた感じでした。
サビっぽいところでは私もですが、会場は手を振りながら飛び跳ねて盛り上がる感じになって、インスト曲で飛び跳ねて楽しめるのってこの曲くらいだよなとか思いましたが、とにかくめちゃくちゃ楽しかったです。2メロに入ってサイちゃんにスポットライトが当たってソロ的なところを演出したり、ミンチョ、ミサさん、小畑さん、あーちゃんにも次々とスポットライトが当たっていくような演出があったように思います。ウィザードホールディングバックってこんなに楽しい曲だったっけとか思いながら飛び跳ねて手を振り上げて本当に楽しめました。改めて考えると、これぞまさにセッションっていう感じで、このお給仕のサブタイトルを体で感じながら、これも改めてバンドメイドの凄さというか、名手様でよかったとも感じながら幸せな感覚になっていました。しかし何度も言ってしまっていますが、ガールズロックバンドでこんなに多様なインスト曲たちを持っているバンドって世界を見ても少ないんじゃないかと感じますし、お給仕という場でそれをライブで浴びられる本当に幸せなことだと思います。ラストに向けて最高に盛り上がっていってかっこよく曲終わりとなって、キーボードも加えたかき鳴らしになります。当然会場は大歓声とメンバーの名前を叫ぶ声と拍手で満たされます。騒然とする会場にサイちゃんの綺麗なピアノのようなキーボードの音色が響いてきます。そこにそれに被せるように優しい感じのギターとベース、あーちゃんのドラムが入ってきます。なんか幻想的な感じのメロディーで、会場は息を飲んで聴き入る感じになります。幻想的といえばひょっとしてと思っていたら、その拡張イントロが終わって一旦ブレイクし、10曲目となるタイムのイントロが始まりました。タイムも私的トップ10に入っている本当に大好きな曲なので、来たーってなりましたね。イントロでは一拍空けてのチャントが気持ちいいです。1メロに入って小畑さんが歌い出して会場は手拍子で答えますが、小畑さんが歌う横でさえちゃんがキーボード弾いてるってよく考えたらめちゃくちゃレアですし、曲冒頭から感動してしまいました。タイムってバックの演奏も本当に大好きで、複雑だけど軽快な感じのあーちゃんのドラムも、ミンチョの幻想的なギターリフも、優しい感じのミサさんのベースラインも本当に大好きなのに、そこにサイちゃんのキーボードが加わって私的には最強の演奏になっています。それでサビに入ってめちゃくちゃ好きな裏拍に入るあーちゃんのシンバルを堪能しながら小畑さんの歌に聴いて、サビ最後の下から上がってくるようなあーちゃんのドラムとミサさんのベースを味わって感想に入って、また一拍空けてのチャントです。もう気持ちよすぎてふわふわした感じになってしまいました。周りから見たら絶対ほうけた顔していたと思います。2メロに入ってあーちゃんの8ビートのドラムに乗せてちょっとスピード感が増したような感じになる演出も大好きですし、やっぱり B メロのミンチのリフとミサさんのベースは神です。それで2サビに入ってまたあーちゃんのドラムをほうけた顔で楽しんで、サビ終わりでミンチの優しい幻想的なギターソロを堪能します。ギターソロ終わりで落ちサビに入りますが、ここで裏拍で手拍子をするところも大好きなのですが、これはそれが正解というわけではなくて、普通に手拍子する人もいて、逆にアクセントがつくような感じでいい感じでした。落ちサビの途中からのところであーちゃんの地面から空中に上がっていくようなドラムはめちゃくちゃ盛り上がります。それでその盛り上がったままラスサビに入って、もうタイムが終わってしまうと少し悲しくなりながらサビ終わりからのアウトロに入って一拍かけてのちゃんと大声で叫んで、綺麗に曲終わりになって会場から大歓声が上がります。いやー、やっぱりタイムは最高ですし、そこにサイちゃんまで加わって最高の最高でした。もうメインディッシュばっかり出てきて幸せな感じになっているところに、あーちゃんのハイハット4発からまた何かわからないイントロが始まります。コード進行を聞いているとひょっとしてと感じましたが、一旦ブレイクして11曲目となるヨーロのイントロが始まりました。想像が当たって嬉しかったのもありましたが、2024年8月のオーイスとミディアム・イン・サマー以来という超久しぶりにこの名曲が聴けるという嬉しさの方が勝りましたし、ヨロにまで拡張イントロ入れてくるって本当に信じられないくらいご主人様お嬢様を楽しませてくれる奉仕の精神みたいなものを感じました。っていうかまたメインディッシュです。この曲をお給仕で聴いているとなんかトランス状態みたいになるというか、本当に引き込まれるような感じになって、多分脳に気持ちいい物質がいっぱい出てるんだろうなと感じます。それで1サビに入ってますます気持ちよくなってヨーロの世界に浸ります。それで2メロに入って1メロよりバックの演奏がさらにカオスになって、バンドメイドならではという感じの5人全員がバラバラなことをやってるのにちゃんと成立しているという奇跡のメロディーを感じられます。2サビ終わりからブリッジを経てミンチョのギターソロです。ミンチョにしては珍しい激しいタッピングフレーズのソロを堪能して落ちサビに入ります。ここのミサさんのベースラインは本当に痺れます。ポストコーラスから C メロに入りますが、ここで曲のトーンが変わってちょっと明るい感じになるところも大好きなところです。それでまたトーンが戻ってラスサビに入る構成は本当によく考えられていると思います。この曲のサビもハーフタイム演出ですよね。違うかもですが、そんなことはどうでもよくて、サビ終わりと同時に曲終わりとなって余韻を残す感じになります。やっぱりヨーロはいいなと思いながらステージを見ていると、小畑さん、さえちゃん、ミンチョがステージからはけるのが見えました。
ということはそうです。ベイドラセッションです。下手お立ち台のミサさんにスポットライトが当たって、ディストーションの効いた渋いベースソロがゆっくり始まります。セッションズセレクションって聞いて、まず思い浮かんだのがこのベイドラセッションだったので、やっぱりやってくれるのかと嬉しくなりました。会場は静かに息を飲む感じでミサさんのベースに聴き入る感じになっていて、そこにヤーちゃんにもスポットライトが当たってゆっくりドラムも加わってきます。ここのフロアタムのフレーズもすごくかっこいいです。それでだんだん激しくなっていって、ミサさんのベースがスラップに切り替わって、とてもベースとドラムだけのセッションとは思えないような奥行きがあるというか、きっちり完成しているバンド演奏の要素をまとってきます。演奏はさらに激しくなっていって、会場からちゃんとの声が上がっていって、盛り上がりが最高潮になったところでセッションが終わり、ベースの開放弦の残音が響く中、会場から大歓声が上がります。となると次の12曲目はトワエモアです。久保田さんの強烈なシャウトに重厚なベースとギターとドラムの演奏が重なります。イントロに入って会場はシンガロングの声で満たされます。トワエモアのイントロのこの重厚な感じは本当に大好きなところです。1メロに入ってサイちゃんのボーカルになりますが、音節より前のめりで言葉を始める感じの歌い方がかっこよくてテクニカルにも感じます。それでサビに入ると今度はメロディーに言葉を合わせて乗せる感じになるところもサビのメリハリになっているので、うまいなぁとか思いながら手を挙げてヘドバンしてました。サビ終わりで感想になりますが、やっぱりここのミントのリフもミサさんのベースもかっこいいです。もちろんあーちゃんのドラムもですが、それで2メロに入りますが、B メロは1メロから変えてきてスピード感を感じられるような構成になって、唯一曲名のトワエモアを歌詞に入れてきてサビに入る構成も味わえるみたいです。サビは上げた手を前後に動かしながらヘドバンもしてしまいますので、恍惚とした感じになってきます。2サビ終わりからミンチョのギターソロになりますが、この曲にこのソロフレーズを考えつくミンチョはすごいと思いますし、ちょっと狂気を感じるようなところは歌詞とも合っていて、それは逆にコートさんの才能も感じてしまいます。とにかく味わい深いソロです。ソロ終わりから短い C メロに入りますが、 C メロ最後のところの小本さんの何て言ってるのか分かりませんが、ささやきみたいなところからラッサビに入るところも好きなところです。それでラッサビはやっぱりあーちゃんのド迫力のドラムと小本さんのシャウトが最高です。ラッサビの最後のところはサイちゃんの叫びのような繰り返しでアウトロに入ります。この演出も最後アウトロが思いっきり盛り上がって声も思いっきり出したくなる演出で、会場はシンガロングの声で満たされていました。最後はあーちゃんの味わい深い終わり方のドラムフレーズでピタッと曲終わりになって会場から大歓声と拍手が沸き起こります。ここでステージは真っ暗になってライトの光だけが幻想的に光ってストリングスのような音色が響いてきます。そこに真ん中のお立ち台に立った小本さんにスポットライトが当たって単音弾きでのギターソロが始まります。小本さんのギターソロと思ってびっくりするのと同時にどうも音程がずれているように感じます。小本さんもそれに気づいてお立ち台を降りてエフェクターボードのスイッチを踏んだりしています。ひょっとしてドロップを入れ忘れたのか入れたままになっていたのかという気がしましたが、なんとか持ち直そうと小本さんは頑張ります。ミサさんもミンチョもあーちゃんも顔を見合わせる感じになっていて、ダメかーっていう感じで演奏をストップする感じになります。会場からは温かい笑いと大歓声が上がります。本当にすごい歓声でした。こんなのがあるからお給仕に帰宅するのをやめられないというと言い過ぎですが、絶対にお給仕以外では見られませんし、それがまた小本さんというのが可愛くて最高でした。最高とか小本頑張れとかの声が飛び交います。それで改めて気を取り直した小本さんがお立ち台に立って準備を整えたところで大歓声と拍手が沸き起こります。最初からやり直しって感じで幻想的な感じの BGM が流れてきて小本さんがソロを弾き始めますが、絶対動揺しているはずなのに今度は完璧なソロを披露してくれます。これは何気にすごいと思いました。そこにミンチョのリードギターも被ってきてハモリのツインリードになります。小本さんとミンチョのハモリです。これはめちゃくちゃ感動しました。そこにミサさんのベースとあーちゃんのドラムが加わってセッションのような感じになります。会場はちゃんとで盛り上がってセッションは続きますが、一旦このセッションが終了してブレイクしたところで超絶かっこいい入りで始まる From Now On が始まりました。ということは小本さんのギターソロから始まったこのセッションはこの13曲目となる From Now On の拡張イントロだったわけです。インスト曲に拡張イントロ入れるって完全に想像の枠外です。1回の給仕に3曲もインスト曲を入れてくるのも多分初めてだと思いますし、もう何が起こっているのかと混乱しながらもこの超絶かっこいい From Now On の演奏を堪能します。途中小本さんとミンチョが演奏しながら向き合って小本さんがミンチョに頭を下げるような仕草をしていたように思いましたが、ミンチョは母のような優しい表情で小本さんと見つめ合ってたと思います。ということで小本さんのことばっかり気にしていたらあっという間に曲は進んでいって、ミサさんのソロ的なところやミンチョのソロ的なところでそれぞれにスポットライトが当たって大歓声が起こる中演奏は続きます。
ロングナンオンは曲のメリハリというか進行方向をアーチャーのドラムが決めているように感じていて、アーチャーの凄さを改めて感じられる曲だとも思っています。そういえばこの曲もサビ的なところはハーフタイム演出な気がしました。それでラスサビ的なところになってどんどん盛り上がっていって、最後は盛り上がりマックスのところで曲終わりになるという演出も最高でした。かき鳴らしが終わって久保田さんが真ん中のお立ち台でお辞儀して謝ってたのがとても可愛かったです。大歓声と拍手とすごいものを見て聞けたという興奮と、レア現場に立ち会えた幸福感で騒然とする会場にさえちゃんの盛り上がってるか渋谷の雄たけびで2回目の MC に入ります。いつもより MC 間の曲が多いなと思いましたので、今回は MC2 回だけかと思いましたが、結果的にそうでした。それでその MC となるわけですが、まず小畑さんはステージで正座しています。会場からは笑いと歓声が起きますが、その小畑さんにさえちゃんが君は1年に1回伝説を残したいのかとか突っ込んできて、会場は笑いに包まれます。さえちゃんは2026年一発目ですでに伝説を作ったねみたいに追い打ちをかけてきます。小畑さんは手を合わせてごめんなさいポーっていう感じのポーズをしていて、会場から可愛いみたいな声が上がってました。それでさえちゃんが説明してくれるのですが、小畑頑張れって思ってたらミサとかなみちゃんがうーんってなって演奏をやめて面白すぎるとか言って会場も大笑いになります。さえちゃんが続けて、あれかサービスですか、サービスなんですか、番外編だしとか言っていじってきて、会場から笑いとありがとうの声が上がります。こういう時はいじり倒すのが正解ですからね。小畑さんも番外編すぎたっぽ、びっくりしたっぽ、ファーってなりながら弾いてたっぽみたいに言って、会場から温かい拍手と歓声が起こります。それを受けてさえちゃんが全然惜しいとかじゃなくてあれれれって感じだったよねとか言って、小畑さんの何も惜しくないっぽにさえちゃんも潔かった、見てて面白かったって言って本当に面白そうに笑ってました。確かに潔かったですし面白かったです。それであーちゃんも入ってきて、前見れなくてスネア見てたとか言って会場からまた笑いが起きます。それで小畑さんが改めてあーちゃんもごめんぽ、みんなもごめんぽって謝ってきたので、会場から歓声と拍手が沸き起こります。あと小畑さんが何弾いても違う音でびっくりしたっぽとか、さえちゃんが今年始まったばっかりだけど一番笑ったありがとうとか言っていたと思います。それで小畑さんの今年最初の大事なシーンだと思って裏でちょっと練習してたのに踏み忘れてたっぽーの告白に会場はまた爆笑になって、さえちゃんにそれはお前が悪いとか言われてしまいます。で改めて小畑さんが会場に向かってごめんぽーって謝ってきたので、会場から温かい歓声と拍手が起き起こります。で小畑さんがカメラに気づいたのか映像残っちゃったっぽーみたいに言ったら、さえちゃんが大丈夫大丈夫直しちゃうからなかったことにしちゃうからとか言ってくれてた時に、なぜかミサさんが突然私は靴を履いていましたとか言ってきます。でさえちゃんはミサさんはいつも裸足なのを説明してくれて、でも今は裸足だね、久しぶりだから靴履いて出ちゃったのにミサさんがなんか気が動転してとか答えて会場から笑いが起きます。でさえちゃんがこのセットリストを決めた私が悪いとか言ったら、誰かが本当にって言ったみたいで、さえちゃんが本当にって言うなとか言ってました。それでミサさんがステージに背中を向けて立ってたので、さえちゃんが背を向けないでくださいとかミサさんに言ってなんかわちゃわちゃする感じになって、さえちゃんからみんな落ち着いてとか言われてしまいます。で小畑さんがそれも含めて全部小畑が悪い、今日は小畑が全部悪いっぽーっていつもの小畑が悪いの流れになってしまいます。さえちゃんもそれに乗ってみんなも何か悪いことがあったとしても小畑が悪いと思っておいてくださいみたいに言ってましたね。でさえちゃんのいい思い出になったでこの件は閉まると思ったら、ドラムの椅子に座っていたミンチョが前に出てきて下手側にいる小畑さんの方に寄っていって、ごめんねさっきはこれじゃ弾けないとか言ってみたいに小畑さんに謝り出します。小畑さんは小畑が悪いっぽとか言ってお互いが謝る感じになってたら、さえちゃんが皆さんこれが日頃のバンドメイドですみたいに言って会場から笑いが起きます。普段も楽屋とかでもこんな感じらしいです。でさえちゃんが改めて皆さん忘れてください、言いふらさないでくださいって会場に行ってきて、小畑さんも忘れてくださいぽーって言ってきましたが、残念ながら忘れられるはずはないですよね。ということで小畑さんのアクシデントの話は一旦しまって、さえちゃんが上手のお立ち台に座り、小畑さんも下手のお立ち台に座ってやっとくつろいだ感じになります。でまずはセットリストの話になります。さえちゃんが説明してくれますが、メンバーたちを苦しめたのは私のセットリストのせいでしたと謝ってきて、小畑さんがそれも小畑のせいっぽみたいなやり取りがあって、セッションズセレクションということでいくつセッションやったっぽみたいな話になった時に、上手から下手に移動しようとしたあーちゃんがキーボードに触って音が出て話が中断されます。さえちゃんから何やってんのみたいに注意されて会場から笑いが起こります。でやっぱり小畑のせいになります。
あーちゃんは調子に乗ってキーボード弾いたりしてましたね。あーちゃんのいたずらをさえちゃんがいなして説明を続けてくれて、バンドメイドの魅力の一つが9時でしか見れないセッションパートだと思うんだけど、それを一つにまとめちゃおうということで企画したみたいです。それで輪廻の話になって、進化の時の渋子 2days の時の1日目の最後と2日目の最後でやって、イントロとアウトロがつながるようにした時のことを説明してくれてました。それで小畑さんが新しいセッションもやったと説明してくれて、さえちゃんが特に違うのはこれなって言ってキーボードを指さします。よく見るとキーボードが2台並んでいて、奥にあるのはタイムの時に弾くようだったらしく、さえちゃんが歌わずに弾くという人になりましたみたいに言って会場から笑いと歓声が起きてました。それで続けてさえちゃんが番外編の後は多分もうやらないとか言ってましたので、今回のタイムは超貴重なものになりそうです。京都大阪のみということで、小畑さんもラッキーだったっぽねとか言ってました。でもさえちゃんが小畑に指示されたら弾くよとかも言ってましたから、今後もひょっとしてという雰囲気になりましたが、小畑さんが小畑がさえちゃんに指示なんて今日は特に何も言えませんぽーみたいになっていましたので、期待をつかもです。それでさえちゃんがセッションはこの後も続くという話題に切り替えますが、今年のライブがすごい形で始まったけれどもって言ったところで、小畑さんの方を見たので、小畑さんが今の含みあったっぽーって突っ込みます。でもさえちゃんは冷静に続けて、番外編の後はバンドメイドワールドツアー2026ですねって言ってきて、会場から歓声と拍手が沸き起こります。で、さえちゃんのツアーファイナルは悲願念願のリベンジ武道館にさらに大きな歓声と拍手になります。小畑さんが 2days って聞いてびっくりした人って聞いてきたので、当然会場から同意の歓声が起きます。さえちゃんが私たちもびっくりしたってボケてくれてました。さらにさえちゃんがみんな来てくれないと困るよとか言ってきて、小畑さんのみんな来てくれるっぽねに当然会場からはーいの声が上がります。それで武道館 2days が一旦区切りということで、悔いのないように楽しめましょうという話から2027年のライブ活動小休止の話になります。さえちゃんが制作とインプットの時間をいただきたいと言っていましたが、ぜひ心身ともにゆっくり過ごしてほしいものです。さえちゃんが言うには発表するのにドキドキしてたということで、小畑さんも素敵な言葉をたくさんいただいてありがたかったっぽみたいに言ってくれてました。さえちゃんもみんな何なの、お父さんなの、お母さんなのみたいに言ってきて、会場から笑いが起きます。そう言われれば尊敬するとともに我が子を見守るような感覚にもさせてくれるメイドさんたちです。続けてさえちゃんが私たちが続けていくためにとても励みになったし、バンドメイドを続けていくためという理由に理解をしてもらって嬉しかったみたいに言ってくれて、拍手が沸き起こります。それで2028年は15周年になるので、その時に必ずお会いしましょうって言ってくれましたので、本当に期待して待ちたいと思いました。で、さえちゃんのでもまず今年を楽しもうなに小畑さんもまだ今年始まったばっかり一歩って受けて会場から歓声が上がりますが、さえちゃんのこういう形で始まりましたからいじりに小畑さんもずっと言われそうだっぽって受けて、いつもの漫才みたいなノリを披露してくれてました。で、さえちゃんが SNS にだけは書くなよとか、大阪行く人は楽しんでくださいくらいにしといてねとか言って会場から笑いが起きますが、本当に黙っとけよとかも言ってました。すみません、こんなに可愛くて面白い出来事は黙れませんでした。大阪終わったからいいですよね。で、さえちゃんの楽しくやろうねに小畑さんの楽しい一年にしましょうぽーでこの話題は締まります。それでさえちゃんの体力作り頑張って私たちについてきてくださいよろしいかに会場は大歓声で答えて、続けてさえちゃんのそれでは今日話題の小畑さんどうぞ From Now On と小畑さんに振ってきます。小畑さんはタイトルを急に言うなっぽーと動揺しますが、さえちゃんはFrom Now On はこれからってことだからみたいにうまいこと言って会場に向かってみんな応援してって煽ってきたので、当然私もですが会場から小畑頑張れの声が上がります。応援された小畑さんがお立ち台に立ってありがとうっぽ小畑のおまじないタイムって叫んできて、今年最初のおまじないタイムが始まります。小畑さんが今日はご主人様お嬢様の力がないと頑張れそうにないっぽーと言ってきましたので、小畑が萌え萌えと言ったらに私も会場も思いっきり声出して萌え萌え返します。それで小畑さんがそうやって言葉を繰り返してもらって、ご主人様とお嬢様と心と心がつながる素敵な時間ですぽーっとちょっと噛みながら説明したので、会場から頑張れの声が上がります。で、おまじないタイム本
本番になってもえもえキュンキュンが始まりますが、久保田さんがいつもみたいににっこり笑う時間じゃないぽーみたいに声を出してない人に注意したら、さえちゃんから今日は文句言えないよって突っ込まれて会場から笑いが起きます。それで久保田さんは慌てる感じでもえもえキュンキュンを続けます。久保田さんがいきなりマイクを外して地声でステージを動きながらもえもえキュンキュンを続けていると、さえちゃんから転ぶなよ落ちるなよマジでゆっくり歩きなさい、君落ちたことあるからとか心配されてました。でそれに従って久保田さんがゆっくり歩きながらもえもえを続けますが、コバトとかフロムナウオンとか自虐ネタを入れてきます。それでコバトの時にさえちゃんがドンマイって入ってきて、会場もドンマイって返す感じになります。さえちゃんって基本優しいですからね。久保田さんもありがとうぽーみたいに言ってさえちゃんにさえちゃんって返すのをやって、ハッピーバースデーにハッピーバースデーを返して、会場はそういえばという空気になります。で久保田さんがハッピーバースデートゥーユーって歌い出して会場も一緒に歌う感じになります。ハッピーバースデーディアサイちゃん、ハッピーバースデートゥーユーまでみんなで歌って会場は拍手に包まれます。サイちゃんは照れながらも嬉しそうにしてましたね。で久保田さんがそれではバンドメイドで締めたいと思いますって言ってきて、バーンメイを繰り返して生声のバーンにバーンって返してメイにメイって返すやつをやります。それで最後ズキュンバキュンドキュンFrom now on 2026年これからも頑張るっぽもえもえキューンで2026年一発目のおまじないタイムは無事完了しました。いつもならおまじないタイムの最後にジャーンと楽器が鳴らされるんですが、この日はそうではなくていきなり14曲目となるディリダリが始まりました。 MC で体力を回復した会場から思いっきりの手拍子と大声でのディリダリディリダリダリダのシンガロングが響き渡ります。1メロに入ってさえちゃんが真ん中の歌次第で歌い始めます。私的にはこのディリダリはバンドメイドにしては少し異質に感じる曲であるとともに、逆にバンドメイドでしか作れない曲のように感じていて、最近の球児では外せない曲になっているように思っています。それでサビに入りますが、サビはいい感じの日本語がなくて英語歌詞にしたというようなことをインタビューか何かで言っていたと思うのですが、その英語もおしゃれな感じなのがすごいと思っています。2メロ冒頭はあーちゃんの素晴らしいドラムフィルから久保田さんパートでスタートしますが、ここもすごく好きなところです。2サビは1サビから歌詞を変えてきているのも後の伏線になっていて味わい深いです。2サビ終わりであーちゃんのハイハットとバスドラだけになってさえちゃんがおたき火を上げて手拍子を促してきます。やっぱりディリダリパーフェクトバージョンですね。会場は手拍子とディリダリディリダリダリダの合唱になります。多分この会場にいるご主人様お嬢様は経験済みなので、完全にステージと会場が一体化した感じになります。会場の熱気が最高潮になったところであーちゃんのスネアロールから下手を立ち台に立つミサさんにスポットライトが当たってベースソロになります。ここは手拍子継続です。ディリダリのベースソロは本当にいいですよね。それで次は小畑さんにスポットライトが当たってリズムギターソロです。完全に持ち直した小畑さんは完璧に演奏してました。続いてはあーちゃんにスポットライトが当たってドラムソロです。こうやってスポットライトが次々に切り替わっていく演出は盛り上がりますし、さいちゃんはずっといろいろ叫びながら盛り上げてました。それで最後はやっぱり明朝大先生のギターソロです。スポットライトを浴びながらのテクニカルなギターソロを堪能して、この曲でもセッションズセレクションをバッチリ感じて C メロというかまたシンガロングのパートになって、会場はまた当然手拍子とシンガロングで満たされます。それで機は熟したって感じで2回繰り返しとなるラスサビに入ります。この1サビと2サビをラスサビとして繰り返す構成はモラトリアムとかでもそうですが、私的に大好きなんですよね。それでディリダリはやっぱり曲の終わらせ方が超絶かっこよくて、もう本当に最高にクールです。曲終わりで書き鳴らしになってさえちゃんからのみんなありがとうをもらって曲終わりとなります。ものすごい歓声と拍手が沸き起こりますが、そこに今度は完全に聞き覚えのあるあーちゃんのドラムソロから拡張イントロが始まります。15曲目となるプレイの拡張イントロです。この拡張イントロもかっこいいですよね。特に小畑さんがなんかかっこいいです。それで通常のプレイのイントロに入りますが、そもそもプレイのイントロはかっこいいし、ミサさん、小畑さん、さえちゃん、ミンチョが前に出てきてみんなお立ち台に乗って煽ってきますので、めちゃくちゃ盛り上がってちゃんとにも力が入ります。それで1メロに入りますが、さえちゃんのボーカルもバックの演奏もかっこいいんですよね。B メロに入って滑舌のいいさえちゃんのボーカルを楽しんでコール&レスポンスもしていよいよサビに入ります。さえちゃんに煽られながらもう思いっきりイエイ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 ウォー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 歌いました。サビ終わりで感想になってまた思いっきりちゃんとして2メロに入ります。小畑さんの掛け合いのようなコーラスも堪能していると、ミンチョが下手のミサさんのところに行ってちょっかい出しながらギター弾いてましたが、さすがにプレイくらいになると余裕で演奏する感じなんでしょうね。
それでさえちゃんが上手のお立ち台に移動して B メロから2サビに入ります。当然思いっきりコール&レスポンスしてサビ終わりの短い認知のギターフレーズと下手お立ち台のミサさんのベースを味わって B メロに入ります。手拍子しながら盛り上がって最後のさえちゃんのメジャーボーイシェキバディと小畑さんのハンズアップに従ってラスサビで思いっきり手を振り上げながら歌います。声出して踊ってると本当に気持ちよくなります。サビ終わりで最後の C メロ的なところになってプレイの余韻を楽しむ感じになって最後アウトロでサイちゃんに煽られながら思いっきりちゃんとして民調の味わい深いギターフレーズでピタッと曲終わりになります。やっぱりお給仕のプレイは最高に盛り上がります。汗だくになりました。大歓声が上がる中16曲目となるマギーのイントロが始まりました。この最高半でジャンプ曲です。さらに汗だくになりながらちゃんとで盛り上がります。マギーもお給仕で盛り上がる曲です。実はこの後信じられないことが起こるんですが、まずは普通に A メロ B メロを踊りながら楽しみます。B メロは手拍子で盛り上がって最後さえちゃんのジャンプジャンプジャンプからサビに入るんでジャンプしたら突然小畑さんにスポットライトが当たってなんか叫びながら違う歌を歌い始めます。さえちゃんが驚いたような顔で小畑さんを見たのでまた小畑さん間違ったと思いながらよく聞くとブライテストスターのサビです。ということは完全にあえて歌ってます。それで小畑さんからボーカルを奪う感じでさえちゃんがマギーのサビに戻して歌い出してこっちも遅れないようにジャンプします。っていうかブライテストスターのサビもジャンプするのでジャンプしっぱなしでよかったわけです。最初はびっくりして何が起こったのかわからなかったのですがこれはさえちゃんと小畑さんのボーカルバトルだと気づいてとんでもないものを見て聞けていることに驚愕するというと大げさかもしれませんが本当に想像以上のことを考えてやってくれるメイドさんたちです。言われてみればサビのリズムとトーンが同じ感じなのでものすごくスムーズに切り替わりますしあまり違和感がありません。よくそんなこと思いつくなと感心しながらジャンプしてサビを堪能します。驚いたまま感想から2メロに入って今度は普通にマギーのサビに入ったと思うのですがすぐに小畑さんにスポットが当たってブライテストスターのサビになります。さえちゃんがボーカルを奪われたって感じで不満そうな小芝居をするのも可愛かったですしまたボーカルをさえちゃんに取り戻された小畑さんが頬を膨らませているのもめちゃくちゃ可愛かったです。何度かボーカルを取ったり取られたりのバトルを繰り返していつの間にか C メロに入ってました。そこから民女のギターソロになるのですがなんとそこに小畑さんも加わってきてブライテストスターのギターソロに切り替わります。それでそのままブライテストスターの下サビに入って会場は手拍子で答えてもう心地いい混乱に身を委ねて盛り上がっていると確か落ちサビ終わりからまた切り替わってマギーのラスサビに入ったと思います。でそのまま行くかと思ったらそこからブライテストスターのラスサビにつなげます。でも最後はまたマギーのラスサビに戻ってアウトロまで行ったと思います。もうすごいものを見て聞けたという思いの会場からは思いっきりのちゃんとで答えて曲終わりからの吹き鳴らしの中でのさえちゃんのありがとうみんなで曲終わりとなって大歓声と拍手が沸き起こります。曲を融合するなんて本当にすごいですしさえちゃん作詞のマギーと小鳩曲のブライテストスターでバトルを演出するというのも本当にすごいですし信じられない貴重なものを見れた感動と畏敬の念でいっぱいになります。興奮と高揚感でざわつく会場にお立ち台に乗るさえちゃんの歌い上げるボーカルが響いてきます。17曲目はプレゼントパーフェクトでした。会場はみんな手を掲げてさえちゃんのボーカルに聞き入ります。続いてのめちゃくちゃかっこよくて大好きなイントロに入って会場から全力のちゃんとの声が響き渡ります。1メロに入って私あとはただの過去じゃないそこに生きてた証明の歌詞を噛み締めながらミサさんとあーちゃんの心地いいリズムとミンチョの自由なリフをバックに気持ちよさそうに歌うさえちゃんのボーカルに聞き入ります。プレゼントパーフェクトって A メロ B メロという感じが薄くて少しずつ変化しながらサビにつなげていくような感じになっているのかなと思ったりもします。それでサビに入りますが手を挙げながらヘドバンしているともう本当に高校つとなる感じになって最後小畑さんのシャウト気味のコーラスも堪能して感想に入ります。高骨となりながら思いっきりちゃんとしてこの素晴らしい感想を堪能します。それで2メロに入りますが1メロから変化して B メロ的なところは多分さえちゃんの作詞部分だと思うのですが下がっていく感じのメロディーは本当にゾクゾクします。それで2サビに入って手をかざしながらこれまた素晴らしい歌詞とメロディーを堪能してサビ終わりからソロパートに入ります。何回聴いてもここのアーチャーのドラムフィルからミサさんのスラップときてミンチョのギターソロにつながるスピード感というかどんどんバトンを渡していくような流れは最高です。それでめちゃくちゃかっこいいミンチョにしては長めにやってくれるギターソロを堪能して落ちメロに入ります。会場は手拍子しながら落ちメロのさえちゃんの歌と小畑さんのハーモニーを楽しみつつこの後に来るクライマックスに期待と興奮を極限まで溜めた状態でさえちゃんのロングトーンが来ます。もう本当に最高で最高の瞬間です。だんだん激しくなっていくあーちゃんのスネアロールも完璧です。
この最高に盛り上がった状態からラッサビに入る構成も完璧すぎて、もういつも思考がどうにかなりそうになります。多分目に汗をかいた状態で手を思いっきり上げてラッサビを心から楽しんで、サビ終わりからのアウトロで思いっきり声出してちゃんとします。こんなに心を揺さぶられる曲を作れて演奏して歌えるって、本当にバンドメイドの奥深さとものすごい才能を感じて、曲終わりとなって会場から大歓声とものすごい拍手が鳴り響きます。曲終わりからの書き鳴らしになって、さえちゃんからありがとう渋谷、次がラスト出し切れるかの叫びが上がります。プレゼントパーフェクトの後にラスト曲として配置できる曲って何だろうと思っていると、あーちゃんのハイハット4発から真ん中の立ち台に立った小畑さんがリズムギターソロを弾き始めます。ラストもやっぱり拡張イントロを持ってくるようです。徹底しています。そこにミンチョとミサさんが入ってきて、あーちゃんのかっこいいタムフレーズも加わります。もうこのリズムだとあれしかありません。会場からも期待の大歓声が上がります。そうです、この球児の鳥を飾る18曲目ノーゴッドの拡張イントロでした。一瞬のブレイクから通常のイントロに入って、さえちゃんが雄たけびを上げながら追ってきます。さえちゃんに煽られてもう最後でもありますので、思いっきりジャンプしながらチャンスするしかありません。それで1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、当然会場からのルールルーも全力です。 B メロに入ってあーちゃんの心地いいドラムフレーズとミサさんのベースフレーズを楽しんで、小畑さんの 1,2,3,4 How We Long で指を上げてサビに入ります。もう思いっきりジャンプしながらもうおのコール&レスポンスで声出します。最後まで激しい曲ばっかりの悟りだなと改めて感じながら、最後の力を振り絞ってジャンプして声出します。で、感想に入ってさえちゃんはやっぱり笑顔で思いっきり煽ってきますので、ジャンプしたままちゃんとに入ります。私的にはこれまで痛かった膝が回復していましたので、思いっきりジャンプできました。それで2メロに入ってさえちゃんが下手に来て歌い始めて、ミサさんミンチョがあーちゃんの前に行って向き合って楽しそうに演奏しています。そこに小畑さんも加わって楽器隊が微笑ましい感じで演奏します。リズムに乗り込みの2メロにしかない私的に大好きなセクションに入って、天まで登ればのところでさえちゃんと一緒に指を突き上げて楽しみます。そこから B メロに戻って2サビに突入します。また思いっきりジャンプしながらコール&レスポンスして、ステージと会場が一体となったように楽しんで、サビ終わりからソロパートに入ります。なんとあーちゃんのドラムフィルから始まるソロセッションでした。やっぱり最後までセッションズセレクションです。まずは小畑さんにスポットライトが当たって小畑さんのソロです。次にスポットライトがミサさんに切り替わってベースソロ、それでまたスポットライトが切り替わってミンチョのギターソロと、次々にスポットライトを切り替えながらの演出は盛り上がりました。最後はあーちゃんのドラムソロで締めて、さえちゃんのゲッダウンから真ん中の立ち台に立つミサさんの通常のベースソロにつなぎます。あーちゃんも頭上に上げたスティックを叩いて煽ってきますので、会場からは大きな手拍子が鳴り響きます。すごいソロセッションが終わって落ちメロに入ります。会場は手を掲げてさえちゃんの歌に聴いて、あーちゃんのフロアタムのフレーズで盛り上がっていって、かっこいい3連のドラムフィルからラッサビに入ります。ここは私的にはヘドバンしながらコール&レスポンスして、ちょっとトランス状態になるところです。それで後半はジャンプに切り替えて、最後のサビでのジャンプを堪能します。最後のさえちゃんの We have got to win を体に浴びて、最後のアウトロでのジャンプとジャンプで体力と声を出し切ります。それでついに曲終わりとなって大歓声と拍手が鳴り響いて、最後の書き鳴らしになります。書き鳴らしの中、さえちゃんの渋谷ありがとう、バンドメイドでした、今年もよろしくね、またお会いしましょう、バンドメイドでしたの叫びに大歓声で応えて、最後あーちゃんのドラムで書き鳴らしが終わって、会場から大歓声と拍手が沸き起こります。そこに小畑さんのそれではいってらっしゃいませ、ご主人様お嬢様、今年もどうぞよろしくお願いしますっぽ、バンドメイドでしたっぽの挨拶で、2026年一発目の球児ラインキューブ渋谷番外編セッションズセレクションは幕を閉じました。ミンチョミサさん小畑さんのピック投げと、今回もあーちゃんのスティック投げが始まりましたが、さえちゃんもずっと笑顔で手を振ってくれてましたね。最前列で盛り上がっているのが見えていた知り合いのお嬢様お名刺様に向けて、さえちゃんが指ハートとか手でハートを作ったり、小畑さんにピックを渡すように促したりしてたのが目に入って猛烈に羨ましかったです。メイドさんたちが手を振りながらステージからはけていくときに、私も思わずありがとうって叫んでしまいました。いやものすごいものを見れました、聞けました、浴びられました。これまで60回以上球児に帰宅してきましたが、
まだまだ経験したことのないこんなに新鮮で素晴らしいお給仕に出会えるとは、本当にバンドメイドの懐深さというかポテンシャルというか、ご主人様お嬢様を楽しませる才能と熱意のものすごさに感激しましたし、まさにセッションズセレクション、まさにライブバンド、まさに伝説となるお給仕を味わわせてくれたことに感謝してもしきれないような気持ちになりました。やっぱりこの素晴らしいメイドさんたちは2026年も私たちを楽しく過ごさせてくれそうだということを確信しながら会場を後にしました。恒例のさえちゃんのポストは、番外編お給仕ありがとう、どうだったかな、最高かね、セッションズセレクションの意味を分かっていただけただろうか、バンドメイドの歴史をいつもとは違う形で伝えられたんじゃないかなと思うよ。ハッシュタグバンドメイドで感想を伝えてくれよ、待ってるからね、次は大阪で番外編です、楽しんでこうでしたね。本当に歴史に残るようなお給仕でしたし、セッションズセレクションの意味するところも想像以上に分からせてもらいましたし、本当にバンドメイドが最高で最高で最高なのを改めて確認できました。次回の私のお給仕帰宅は10日後の地元大阪ナンバーハッチでのお給仕となるわけですが、実はチケットが47番と最善狙えるかもの正番を引き当ててしまいましたので、メモはほとんど取らないで挑みたいと思っています。なのでナンバーハッチのレポートは若干薄めになってしまうことをこの時点で言い訳しておきたいと思います。最後に本編とは関係ないのですが、翌日の2月12日に札幌から来られているお嬢様メイス様がせっかく東京に来たのでということで、メイドカフェ経験者の私もアテンドされて、おメイス様仲間4人で秋葉原のアットホームカフェに行って萌え萌えキュンキュンしてきました。あと堀之内妙法寺にも行ったりして聖地巡礼を楽しんできました。最後に今回もリキャップムービーが作成されましたので、それを共有して終わりたいと思います。2026年バンドメイド初お給仕終わりましたと。バンドメイド番外編セッションセレクションでしたと。ありがとう。はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。